この日はやんちゃな若者と一緒に車中泊した日です。帯広は最高気温30度でした。で、今日の予定なんですけど、今いるのが釧路のちょっと西側、ここら辺ですね。今日はこっから釧路湿原の方に行きます。で、釧路湿原の東側は前回行ったんで、今回は西側、いい感じの遊歩道とかあるらしいんでね、そっちを見ていきましょう。小糸井の道の駅はね、すごかったですね。お世話になりました。釧路湿原っぽくなってきましたね。よいしょ。本音内ビジターセンターに到着。釧路といえど今日は暑いですね。現在地ここで木道があるみたいですね。このバリアフリー木道だけでいいかな。ビジターセンターまで200メートル。午後から曇りなんで、まず木道行っちゃいますか。木製の電動ドア。熊鈴ってお借りできるんですか？熊鈴を無料でお借りしたんですけど、地図までもらっちゃいました。はい。で、ビジターセンターの方が丁寧にご説明してくださったんですが、現在地この展望テラスまで行くのがおすすめだよっておっしゃってました。ここら辺はね、雰囲気がガラッと変わるんで、ここまで行くのがいいですよって、そう言われたんじゃね、この展望テラス行くっきゃないでしょう。多分展望テラスまで行くと40分ぐらいなんですかね。片道1キロちょっとですね。楽勝ですね。ここからスタートです。なんでも、釧路湿原を一番気持ちよく歩けるのがこの木道だそうです。はい。そんなことが Google に書いてありました。はい。これはなんだ？八島名湖。こう見えてすごい深いみたいです。平日でも結構人いますね。やっぱ湿原っていうだけあって湿ってますね。湿ってるっていうか池みたいになってる。やっぱり心なしか湿度が高い気がしますね。ムシムシする。謎の虫に刺されたかもしれないです。やっぱ虫いますね。長袖で来ればよかった。これはここら辺で見られる鳥たちだそうです。ビジターセンターで双眼鏡も無料で借りれるみたいですね。そういえば熊鈴にも2種類ありますよね。今つけてるみたいにリンリンリンって音の幅が短いのと、リーンリーンってね、遠くまで音が届いてるタイプの熊鈴。どっちの方がいいんですかね。はい。熊鈴博士いらっしゃいましたら教えてください。しかしバリアフリー木道というだけあってめちゃくちゃ歩きやすいですね。車椅子でも安心して入ってこれますね。開けたところに出てきました。ちょっとだけ日光のね、戦場ヶ原っぽい雰囲気はありますよね。木はちょくちょく生えてるんですけど、そんなに背は高くないですね。湿原だと高い木は成長しづらいのかな。吉重湿原。これが吉で、これが重。どれが吉でどれが重かはわかりませんね。湿原の成り立ち。じゃあちょっとお勉強タイムです。最初陸地だったところに海水が入って、その後海水が引いて3000年前に今の湿原の姿になったそうです。2万年前から現在までの変化をざっくり言うとそんな感じです。で、釧路湿原にはタンチョウっていうね鳥がいたり、ホタルいるんですね。ホタル。あとモウセンゴケ。今ここなんで展望テラスまであとちょっとです。この湿地というかね、水たまりのところもよく見ると苔みたいな、なんですかね、これ海藻みたいなね。ちょっとおひたしにしたら美味しそうな感じしますね。ビジターセンターの方がおっしゃってたのはこのことだと思うんですよね。こっから景色変わりますよって。確かに一気に開けましたね。ちょっとアフリカのサバンナ感がある。で、ここからバリアフリー木道ではないです。おー、すごい。ここまで来た方がいいです。
だいぶ景色が変わりました。本当に今、釧路湿原の中にいるよ、私って感じです。はい、さっきまでね、なんか全然釧路湿原感ないな、つうかね、なんか面白くねえなと思ってたんですけど、一気に雰囲気出ましたね。ちょっと目的としてたところはもうね、過ぎたっぽくて、展望台はなくて、なんかね、展望がいい場所だよっていう意味だったみたいなんで、戻ります。じゃあ、帰りは、違う道で帰りますか。釧路湿原の動物たち。リスとか、ウサギとか、タヌキ、ネズミ、鹿、キツネ、イタチ、ミンク、シマヘビ、オオサンショウウオ。展望台とかから見ると鹿とかが見えたりする時もあるみたいですけどね。今のところ気配はないな。これ、鹿の糞かなってことは、通るんですね、ここ。森ゾーンです。はい。流鳥。流鳥ってどういう意味なんですかね。ヒガラ、シマエナガ、アカゲラ。全然わからない。カワセミ、トビ、フクロウ。フクロウ会ってみたいんですよね。一口目も野鳥の歌、さえずり。じゃあ、釧路湿原のさえずりをお聴きください。ちょっと風あるんでね、葉っぱの音がするんで、聞こえないかな。こっち側からね、熊が出てきそうな気もする。そんな雰囲気ですね。すずをお返しして中を見学させていただきますか。はい、すいません。ありがとうございました。じゃあ、ビジターセンターの中を。すごい。これは編集で出した色ですよね。紫。すごいな。単頂等身大パネル。思ってる以上にめちゃめちゃでかいです。これ僕の顎ぐらいあるんで、多分130から140センチぐらいあります。でかっ。タンチョウって頭のてっぺんが赤いんですけど、なんで赤いかっていうと、イボ状になった皮膚が露出しているそうです。で、血流が流れていて、それが透けて赤く見えると。で、リラックスしてる時はこんな感じらしいんですけど、怒るとこの赤い部分が広がってもっと赤くなるのかな。これ目撃情報が書かれてました。今ここで、これさっき歩いたところですね。鹿一頭とか、エゾジカ発見、リスがいた、何かがビューッと走りました。ミンク、クマとは書いてないですね、さすがに。湿原の神様、タンチョウ。タンチョウはアイヌ語でサルルンカムイ、湿原の神様と呼ばれてます。ヤチ坊主。なんか妖怪みたいなのがいます。秋の釧路湿原。で、今いるのがここで、昨日車中泊したのがここら辺かな。で、ここが釧路の街中です。結構ね、街から車でね、15分20分で来れるんでね、釧路湿原はアクセスいいです。湿原、上から見たいですね。上からこう、どんな感じかっていうのをね、見たい。じゃあもうお昼の12時になったんで、腹ごしらえしてから展望台行きますかね。すいません、テイクアウトの予約お願いしたいんですけども。じゃあ、釧路名物もね、予約できたんで、取り行きますか。うわ、混んでる。うわー、止めらんねえ。南蛮亭ザンタレ星 4.4、377、釧路名物のザンタレの有名店です。平日の1時ですけど結構混んでます。すぐもらえました。じゃあちょっとね、一口だけ味見しましょう。大きいやついただきます。肉汁すごいっす。じゃあこれから曇ってくるらしいので、晴れてるうちに展望台行っちゃいます。結構ソーラーパネルがね、至るところに張り組めらまされてますね。
釧路湿原っぽくなってきましたね。鹿さん発見。結構大きい。結構大きめの鹿がいましたね。一気にワイルドな道になってきました。到着。福岡展望台星 4.4 2127レビュー。釧路湿原を見る展望台で多分ね一番評判がいいです。で、何はともあれザンタレの続きをしましょう。で、これはザンタレハーフ単品です。750円。この大きい鶏肉の塊が1,2,3,4,5,6,7,8。さっき食べたんでね、合計8個入ってます。じゃあ、いただきます。この皮とタレがいいですね。じゃあこのね、ザンタレをマセヤで買ったパンに挟んで食べます。タレをね、しみしみにして。ちょっとね、酸っぱくて美味しいんですよ。南蛮漬けのタレに似てるかな。はい。いただきます。うまっ。甘酸っぱいタレをまとったザンギを口いっぱいに頬張るなんとも言えない幸福感がね、やっぱザンタレのいいとこですね。じゃあ展望台行きますか。細岡ビジターラウンジ。展望台はこっちですかね。多分歩いて10分ぐらいだったと思います。結構急ですね。すごい熊出そうですけど、大丈夫かな。細岡展望台は裏タモリでタモリさんが来てた場所なんで、タモリさんもここ多分歩いたんでしょうね。着きました。細岡展望台。車椅子の方専用の駐車場はね、すぐ近くにあるみたいです。前来た時は曇ってて人もたくさんいたんでね、なんか落ち着いて見らんなかったんですよ。今いるのがここで、午前中木道を歩いたのがここら辺ですね。はい。で、南蛮亭のザンタレハーフを買ったのがここら辺かな。はい。恩根内のビジターセンターから細岡ビジターラウンジまでは車でね、4、50分ぐらいです。なんかの撮影やってます。空気を読んで待ってみます。YouTuber なんでね。ビジターセンターに勤めてる方ってめちゃくちゃいい人多くないですか？なんか善意の塊みたいな人がすごい多い。映りませんのでどうぞ。そうですか。ありがとうございます。はい、どうも。すいません。いえ、すいません。私として伝えたいのは、やはりこの結構市の方では目立っていたので、そこに対してやっぱり国だけじゃなく市もきちっとで今回条例化という動きになってますので、そこに関してそういえばタモリさんが言ってたんですけど、湿原の川っていうのはこういう風になんか蛇行するらしいですね。川って大体こうね、まっすぐじゃないですか。でも湿原の川はこう蛇行するんだそうです。はい、でそれはおそらくこう平面なんで、ね、平らなところに水がこぼれるとこうぐにゃぐにゃぐにゃって水が流れるじゃないですか。あれと同じ原理で蛇行するんだそうです。はい。で、そのね、蛇行してるなーっていう感じがね、すごく味わえる場所があるんでね、僕が一番釧路湿原で一番好きなところに今からね、行きます。やっぱりちょっと曇ってきましたね。じゃあ秘密の場所行ってそこで休憩しましょうか。よいしょ。ここら辺が何とも言えない雰囲気なんですよね。ちょうど電車が一車両のみ、線路のすぐ手前のここがですね、何とも言えない穴場なんですよ。細岡カヌーポート星 4.3 63レビュー。なかなかの穴場。前もここ来たんですけどね、何とも言えない雰囲気で、確かねタンチョウもいたんですよね。このね、この川の感じ、これがやっぱ湿原の川っていう感じなんですよね。この緩やかな感じとか、あとこの目線と同じ高さな感じ。このぐらいのね流れだったらホームセンターで売ってるね、ビニールのボートあるじゃないですか。あれで行ける気がするんだけど、ダメなんかな。そこでね、カヌー乗って
この川をね、川下りっていうのかわかりませんけど、あ、鹿いた。あそこ。見えますかね。遠いけど。なんかバスで団体さんが来ました。多分カヌー乗るんでしょうね。説明が始まったみたいです。ザンタレの残りを食べながらね、カヌー見させてもらえますかね。うまっ。ちょっと野菜不足なんで、キュウリ食べながらザンタレ多分合うと思う。合う。あ、船だ。おーい。横にこうね、並列できるんですね。ボート乗り場を見学。釧路湿原で釣りをされる皆様へ。ってことは、釣りはしていいってことなんですかね。お湯加減のチェックを。あ、冷たい。これは入ると唇が紫になるぐらい冷たいですね。匂いはね、そんな臭くない。いい場所なんで、一眠りします。ちょっとガソリンが持つか不安ですけど、ちょっとゆっくりしちゃいましたね。買い物です。すごい大きいイオン。イオン釧路店に到着。とてつもなく駐車場が広いです。今日は10日なのでイオンペイで払うとワンポイント10倍。夕飯とかいろいろ買ってきたんですけど、店の端っこが霞むぐらいでかいです。こんなイオン見たことないってぐらいでかかった。買ったものは半額のキャベツと避けるチーズ、なんかちょっと美味しそうなやつ。あと牛乳とピスタチオのチーズ、これ見たことなかったんで買ってみました。あとこれゆでピーナッツね。これ前来た時すごい美味しかったんで買いました。170円でちょっと値上がりしてましたね。あと炭酸水。じゃあ車中泊する場所向かいます。岡本セルフ釧路。1リットル 149.8 円。釧路はガソリンが安い。燃費はリッター 18.5。ようやく燃費が上がってきました。LINE の友達登録したらスコティッシュ5個もらえちゃいました。ラッキー。この LINE の友達登録するとティッシュもらえるキャンペーンはいろんな店舗でやってるんで、岡本セルフよればティッシュいつももらえます。柳町公園に到着。この公園ものすごい縦長なんですよ。で、結構街中にあるんですけど、この公園一帯だけはね、結構静かなんでね、ゆっくり車中泊できると思います。今日の夕飯はこんな感じで、キャベツにチーズ、ピスタチオ味、あとこれゆでピーナッツと豆腐とホッケの燻製ですね。昼間にね、ザンタレたくさん食べたんで、夜はヘルシーに行きましょう。いただきます。この QBB のピスタチオのチーズ、すごい美味しいです。なんか、芳醇な味がした。ちょっと駆け足で今日、釧路をね、見て回ったんですけど、天気予報見たら、しあさってぐらいから天気が悪いなと思って。なので天気がいいうちに景色が綺麗なところ行っちゃおうって思って今日ね、急ぎ目で見たんですけど、でもやっぱそうやってやると、ちょっと疲れますね、なんか、せかされてるみたいで。あんまり先行きが見通せすぎるっていうのもね、問題ですね。やんちゃな若者たちがずっと車をグイングイン言わせてます。若者たちが今度はタイヤに空気を入れ始めました。これはかなり稀なケースですね。ただいま夜の10時なんですけども、公園の駐車場にですね、結構珍しいパターンなんですけど、トラックが停車しておりまして、ずっとエンジンをつけております。かなり珍しいパターンですね。こういうこともね、たまにはあるよっていう車中泊のリアルをお伝えいたしました。でですね、この音の中寝れるのってちょっと気になる方いらっしゃると思うんですけども、この僕が知る限りです、この最強のシリコンタイプの耳栓をね、今してみてちょっと音の具合を確かめたいと思います。今夜は寝れないかもしれない。あとですね、ちょっとまた若者がまた
か駐車場から出てかないんですよね。何をやってるんだろうな。ずっと駐車場をぐるぐるしてるんだよな。お、出てた。2時間以上ぐるぐるしてたんですけど、出ていきましたね。はい。で、この耳栓はちょっと慣れが必要なんで、車中泊じゃない時でも普段からつけて慣れておいて、車中泊で使うっていうのがいいと思います。いきなり車中泊でね、使うってなると違和感強いんでね、まあその点はね、ご注意ください。今、夜の11時半で、おそらくあちらのトラックは一晩中エンジンをかけたまま止まるんじゃないかというような気がしてきました。なのでね、車中泊にとって耳栓はとっても大事です。ということで、最後までご視聴いただいた物好きの方々、ありがとうございました。来週は釧路の街を練り歩きます。